カーネギーメロン大学の BVH データ、2500種類もあるらしいんだけど、これをモホに取り込んで動かしてみたいと思います。今回使うのは13の30。これは結構正面向きで動いている動画でいろんなアクションをしてくれるので、これを使います。今、モーションウィーバーでこのデータをモホ用に変換しているところです。これは今回初めてなので全部データを入れてますけど、一度プロファイルを作ってしまえば2回目からは全自動になるのでほとんど入力する手間はなくなります。左のデータを入れれば右のデータは自動です。そしてここでモホ用にコンバートしたファイルを作ります。一度ここで作るとビューワーでどんな感じになったのか見ることができます。矢印の方向は腰、ヒップの方向を指しています。こういうデータが2500種類以上あるっていうのはすごいよね。そしたら今度キャラクターをクワデルノという電子ペーパーで書いてます。マーカーが初めから PSD で用意してあるので、結構簡単に描くことができました。そしたらこれをモホで取り込める PSD にするためにレイヤーウィーバーで変換して、それをモホで取り込みます。モホに取り込むとこんな感じで、ボーンを入れるための情報も入った PSD が読み込まれます。そしたら先ほどモーションウィーバーで変換したデータを読み込みます。今これ使っているのは Rigweaver というスクリプトです。読み込んだら今度はこれをスケルトンにキャラクターのレイヤーを貼り付けてどんな感じになるのかを見ようと思っているところです。次にこれを階層構造化して FK で動くようにしました。そして今度は逆です。これはアクションをキャラクターのレイヤーに流し込んだところです。ここまではレイヤーで動いているんですけど、3D なので、最初にスケルトンに流し込んだやつはこのように動きます。そして今度はこのレイヤーにボンを自動で入れているところです。そして自動で入ったので今度はそのボンに対してレイヤーにあったアクションをボンにバインドしています。今これでボンで動くようになりました。ただし IK で動かすためにちょっと階層構造が邪魔なのでフラット化しています。これでフラット構造のレイヤーをボーンで動かすことができるようになりました。ボーンで動いているのは2次元、3次元じゃなくてフラットな絵がボーンで伸び縮みしながら奥行きを表現しているという感じですね。ちょっと肩の位置をずらしてもっとバランスよく変えました。これで前よりはちょっと肩の動きが良くなったような気がします。そして手もちょっと向きがおかしいんですけど、その前に足がなんかバラバラ動いているので、足を調整します。これは BVH に初めからこういうデータが入っていたと思うんですけど、かなり足がなんかふにゃふにゃ動いてしまうので、余計なアクションをカットして
滑らかな動きに変換しているところです。カットしちゃってもいいんですけど、ちょっとこの後使ってみたかったツインマシーンを使っても同じことができるので、それでやってみます。ツインマシーンの場合には、スタートとエンドの印をつけて、その間をツインマシーンで滑らかにしたり、片側に寄せたりっていうことができます。今、スタート方向とエンド方向に滑らかにしたところです。こういったところも、エンドのところに一番いい角度のところを持っていって、そこに寄せるようにすると、なんとなく綺麗にしてくれます。このソフトすごいよね。本当にすごい。機能がすごい豊富です。いろんなことができますよ。作ってくれてありがとう。そして、ここで足の角度を、ある程度滑らかに仕上げたら、まだちょっと最後の方、足がバタバタしてますね。グラフを見てもわかりますが、ちょっとこんなにバタバタする必要はないので、ここを滑らかにしたいんですけど、どうだろう。なんか小刻みに動いちゃってますよね。これをいい感じの角度に、お尻の方まで作ってあげて、もうってすごいよね。グラフでも動かせるんだよね。そしたら今度は、ここの間を滑らかにしたいんだけど、ちょっとこのボタンを押して数値が小さかったからうまくいかなかったね。でもこっちだと平らになりすぎちゃうから、ちょっと元に戻して、やっぱりさっきのところ、ここ数字を大きくしてからこのボタンでちょっと山を平らにしました。このくらい触れる感じでいいでしょう。なんかいい感じになりました。他にも実際にこの動いてるキャラクターに書き込みもできるし、あるいはベクターで置き換えたりしてもいいんだけど、ちょっと今回はそこまでの動画にはしません。ちょっと今足が動いちゃってるので、これ足をロックしたいんですけど、ロックするためには足についているピンボーンを外さないといけなくて、これはそのピンボーンを外して足をロックした状態です。今、このタイムラインを見ると、足がここでロックして、ここでロック解除です。こういう風な感じで足をロックしたりするときには IK を使います。今見てみると、ピンボーンが足ね。こうすることで FK ではなくて IK で足が動くようになります。IK ならロックもできます。結構モホプロ自由自在だよね。今こんな感じでボーンに名前がついてます。そして一応もう一度 3D のデータも見てみましょう。3D のデータを後ろにちょっと配置しました。後ろは 3D で動いているスケルトンに貼り付けたレイヤーのキャラクターです。
そして手前もフラットなんですけど、ちょっと胴体はレイヤーに角度をつけて少し横を向いてる感じを出してみました。本当は変形みたいな形でやった方がもっと綺麗になるんだけど、今回は簡単にただレイヤーを傾けて表現してみたかったのでそうしました。これでもある程度の表現が可能なのもいいところだよね。ちょっと簡単に作りたいときにはレイヤーを自由自在に傾けることができるっていうのもいいね。あっという間にこんな感じに自分のキャラクターにアクションを流し込める。結構リグイーバーいいでしょ？